こんにちは、青22号です。ハンドルの塗装が残っていたので進めていきます。まずは全体をガイアノーツのスターブライトジュラルミンで塗装します。塗装が乾いたらマスキングしていきます。説明書ではチタンシルバーで塗るところをスターブライトジュラルミンで代用しています。細切りにしたマスキングテープを使って細かいところもマスクしておくと完成後密度感が出るのでやっておいた方がいいでしょう。続いてガイアノーツのフラットブラックを塗ります。これはグリップのゴムの部分となります。そのグリップ部分をマスキングしていきます。そしてセミグロスブラックを塗っていきます。これは主にレバーの部分などの色になります。今までマスキングしたところはそのままに、さらにマスキングしていきます。最後にタミヤエナメルのメタリックグレーを塗っていきます。ここまで4色塗り重ねてきましたが、最後のメタリックグレーのみがエナメルで、あとの3色はラッカー系です。塗り分けが終わるとこんな感じになります。ヘッドライトやテールランプ周りがまだ塗装が完了していなかったので進めていきます。リフレクターの部分はすでにプレミアムミラークロームを塗ってありましたが、その周りの部分をセミグロスブラックで塗るためにマスキングしていきます。ヘッドライトは中央部のみをシルバーで残すため、少々マスキングは難しめですが、小さく切ったマスキングテープを根気よく丁寧に貼っていけば必ずうまくいきます。そしてセミグロスブラックを塗っていきます。希釈はあまり薄めにはしない方がいいでしょう。希釈比率はだいたい1対 1.5 くらいにしてあります。面積が狭いのとあまり薄めるとマスクの下に染み込んでしまう可能性があります。塗り終わるとこんな感じです。細かく見ると塗り分けずれがありますが、それほど目立ってないと思います。ゴム系接着剤の G クリアを使って接着します。こういう場所は通常の接着剤は使わないようにしましょう。ブレーキランプの透明パーツをクリアレッドで塗装していきます。塗料の希釈は濃いめにしてエア圧をできるだけ下げて塗装します。希釈比率は1対1程度にします。この濃度で通常のエア圧で塗ると砂吹きになってしまうのでエア圧を下げて塗ります。これを少しずつ塗り重ねていきます。希釈が薄いと表面が流れてしまって表面張力で色ムラが出てしまいます。サイドミラーの塗装がまだだったのでこれも塗っていきます。ガイアノーツのセミグロスブラックを塗っています。あらかじめパーティングラインは消してあります。フロントカウル周りのパーツを取り付けていきます。接着はすべて G クリアを使っています。透明パーツを接着する際はパーツが小さいので両面テープで竹串に固定した状態で接着剤を塗ってはめていきます。説明書ではサイドミラーは最後に取り付けることになっていますが、フロントスクリーンよりも先に取り付けておきます。こうすることでスクリーンに余計な接着剤がつかずに済みます。ブレーキキャリパーやハンドルなど残ったパーツをすべて取り付けていきます。接着にはやはり G クリアを使っています。G クリアを使うのは塗装した面同士を接着するからというのもありますが、はみ出した接着剤を取り除きやすいからというのもあります。このような最終段階ではなるべくリスクの少ない方法を選ぶことが重要になってきます。次にパイプを取り付けていきます。パイプはキットに付属するゴムパイプを使いますが、真鍮線を使って芯を仕込むことにします。真鍮線はウェーブの 0.5mm の太さのものを使います。これは説明書の指示よりも 4mm 短い状態で切ります。そして現物に合わせて折り曲げていきます。形が整ったらゴムパイプをかぶせていきます。ゴムパイプは真鍮線よりも前後 2mm 長い状態で切ります。これが接続しろとなります。短いものについてはかぶせてから切った方がかぶせやすいと思います。取り付けるとこんな感じになります。
後ろのウインカーはクリアパーツの裏にミラーフィニッシュを貼りました。そしてカウルをすべて取り付けていきます。サイドミラーのメタルインレットを貼っていきます。私はこの段階で貼りましたが、少々貼りにくいので、サイドミラー単体の時に先に貼った方が貼りやすいかもしれません。これで完成となります。サイドのトリコロールカラーは実は左右で位置がずれてしまっているんですが、分かりませんよね。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。